はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら JBL の Live Pro 2 TWS、こちらをですね、レビューしていきたいと思います。前回の動画で、こちらの Live Free 2 TWS をレビューしてきたんですけども、今回ご紹介するこちらの Live Pro 2は、その Live Free 2と同じ日に発売されまして、スペックもかなり似たものになっています。ただ、こちらですね、パッケージ見てわかるように、ショートスティック型になっていたりとか、バッテリー性能もですね、こちらの方が若干いいというものもあるモデルになっていて、その辺のですね、違いがあるモデルとなっています。で、もう一つ大きな違いは、Live Free 2は普通に Amazon とかですね、一般的な家電量販店さんでも購入できるんですけども、この Live Pro 2は JBL の公式オンラインストアとか、楽天や PayPay モールの JBL 公式ストアなんかでしか購入できない1000倍モデルとなっていて、ちょっとプレミアムなですね、位置づけのイヤホンになっていますので、ぜひですね、気になる方は概要欄にリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。で、今回の Live Pro 2も JBL を取り扱っているハーマンインターナショナルさんからご提供いただきましてレビューしていくんですけども、こちらもですね、前回同様に良いところは良い、悪いところは悪いとですね、はっきりと言ってくださいということでしたので、今回もガチレビューでやっていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、それでは JBL Live Pro 2 TWS のスペックや価格についてご紹介していくんですけども、このスペックはですね、Live Free 2とかなり似たものになっていまして、ノイキャンや外音取り込みにももちろん対応していますし、ワイヤレス充電にも対応しています。片耳のイヤホンのみでの使用も可能で、片耳で使用した時はモノラル再生になります。マルチポイントも Live Free 2と同様に対応していますので、こちらですね、とってもいいポイントです。で、Bluetooth のバージョンは最新の 5.2。対応コーデックは SBC と AAC です。ドライバーは 11mm のダイナミックドライバーが搭載されていて、こちらですね、Live Free 2と同じものが使われていると思います。充電時間は約2時間となっています。また、15分充電で最大4時間再生可能な急速充電にも対応していまして、こちらもですね、Live Free 2同様にとてもいいポイントかなと思います。他のメーカーの急速充電だと、10分充電で1時間再生可能というくらいの急速充電になっているんですけども、15分で4時間再生っていうのはとてもですね、メリット大きいと思いますので、他のメーカーよりも一歩抜けてるんじゃないかなと思います。で、バッテリー持続時間なんですけども、ここがですね、Live Free 2と若干違いがありまして、ノイキャンオン時で最大8時間、イヤホンケース併用で最大30時間となっています。ノイキャンオフ時だと、イヤホン本体で最大10時間、イヤホンケース併用で最大40時間のバッテリーを持つということですので、テレワークなんかでずっと音楽を聴きながらとか、イヤホンをしたまま仕事をしているっていうような方なんかにもとてもですね、向いているイヤホンになっています。カラーなんですけども、今回ご紹介するブラックの他にシルバーとローズというですね、色がありまして、3色展開となっています。イヤホン防水規格は IPX5、充電ポートは USB-C です。保証期間は1年間となっています。その他としましては、こちらですね、Live Free 2とほぼ同等なんですけども、専用アプリによるファームウェアアップデートとかイコライザー設定、それから他のメーカーにはですね、あまりない外事情チェックなどにも対応しています。Google FastPay にも対応していますし、脱着センサーも搭載されていますので、音楽の自動再生や一時停止なんかも行うことができます。価格なんですけども、楽天のですね、JBL オンライン公式ストアですと、現在 17,600 円という価格帯になっていまして、Live Free 2に比べて3000円ぐらい価格が高い、ちょっとプレミアムなモデルになっています。はい、それでは Live Pro 2 TWS のレビューを行っていくんですけども、まずは外観やデザインを見ていきたいと思います。イヤホンケースの外観はこんな感じになっていまして、前回の動画ですね、見ていただいた方はわかる通り、Live Free 2とほぼ同じですね、外観になっています。こうやって並べてみると全然違いがわからないぐらいのですね、ものになっていて、こちらが Live Free 2、こちらが Live Pro 2となっています。ほぼ一緒ですね。重ねてみたりなんかしても同じぐらいのサイズ感になっていて、似たようなですね、ケースになっています。で、前面に行きますと、こちらですね、インジケーターがついていて、こんな感じですね、インジケーターが光ります。裏面に行きますと、こちら USB-C のポートがついていますので、こちらからも充電することが可能です。で、ワイヤレス充電にも対応していますので、普通にですね、ワイヤレス充電器の上にポンって置けば、ワイヤレス充電もすることができます。で、ケースの質感なんですけども、こちらはですね、プラスチック感があって、高級感っていう意味だと、やっぱりですね、フラッグシップモデルのツアープロプラスのがあるかなと感じています。ケースを開けるとこんな感じになっていまして、Live Free 2の方はですね、このケースの上の蓋側にシリコンがついていて外れないようになっていたんですけども、こちらはですね、シリコンみたいなものはついてないですね。結構横から見ても分かると、イヤホンが結構上に乗ってるような感じではみ出てるので、してみた時にですね、このイヤホン自体が蓋にですね、しっかりとくっ
ついてそんな外れてしまってですね、充電できてないみたいなことはないんじゃないかなと思います。それではイヤホンケースとイヤホン本体のですね、マグネットの強さも確かめていくんですけども、このままですね、強く振ってみますと、強く振ってもイヤホンケースの蓋はですね、外れるような感じはしないですね。イヤホンケースの蓋を開けたままですと、こんな感じで強く振るとイヤホン外れてしまいますので、イヤホンケースを開けたまま、雑に扱うことはね、しないようにしていただきたいなと思います。ですので、ケースのですね、蓋がしっかり閉まっていれば、カバンの中なんかで不意に開いてしまって、イヤホンがですね、散らばってしまうという心配はないんじゃないかなと思います。ちなみにこちら Live Pro 2というだけあって、前作のですね、Live Pro Plus というですね、モデルがあるんですけども、そちらですね、こちらにあるんですが、こちらと比べてみてもケースの大きさはほぼ一緒ですね。色が違うので若干サイズが違うように見えちゃうかもしれないですけども、こう重ねてみても、横に並べてみても、大きさとかですね、外観はほぼ一緒のイヤホンケースになっています。そうしましたらイヤホン本体も見ていくんですけども、本体はこんな感じのショートスティック型のイヤホンになっていて、ちょっとうどんがですね、出ているような感じになっています。表面のところがかなりキラキラしていて、これもですね、かっこいいですよね。前作の Live Pro Plus と比べてみてもこんな感じで、筐体自体はですね、ほぼ一緒ですね。スティックの長さも、この頭の部分のですね、大きさなんかも一緒な感じになっています。違う部分としましては、こう見ていただくと、わかるかな？この充電のですね、接点の端子が前作の Live Pro Plus だと3つあるのに、今作の Live Pro 2は接点が2つという部分が違うのと、イヤーピースを外してみるとわかるんですけども、このノズルの先端の部分ですね、ここが形状が変わってまして、前作の Live Pro Plus は普通のですね、円形だったんですけども、Live Pro 2は Live Free 2と同じように、この楕円形になっていまして、この形状にすることによって、よりですね、フィット感が高まって、音質にもですね、影響があるということになっていますので、この辺の違いがあります。スティックの先のマイクの部分があるんですけども、ここの形状がちょっと違うかなというぐらいで、ほぼ一緒の形となっています。もうちょっとこの本体だけを見ていくと、サイドから見てはこんな感じになっていまして、この LR の表記の上にこんな感じでですね、インジケーターがあって、ここが光るということで、イヤホンの内側が光ってますので、外から見てですね、チカチカしているのがわからないっていうのはいいんじゃないかなと思います。イヤホンをつけてですね、周りの人から見てチカチカしているっていうのはちょっと煩わしいなと思うので、内側にあるっていうのはいいですよね。あとですね、脱着センサーがついていまして、イヤホンをつけた時に音楽の再生が始まったり、イヤホンを外した時に音楽の自動一時停止がですね、できたりするんですけども、これもですね、ライブフリー2みたいに、脱着センサーがパッと見どこについてるかっていうのは分かりづらいんですが、いろいろ試したところ、どうやら上と下がですね、両方塞がれていると、センサーがですね、反応するように見えましたね。片方だけのセンサーが反応していても、脱着センサーをオンとみなさないという制御がされていると思われますので、しっかりと考えられているなっていう感じしましたね。たまたま片方だけのセンサーが反応しちゃっても動作しないということで、しっかりとした制御ができているなと感じました。はい、そうしましたら重量も測定していくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れたままの状態の重量となります。ちょうど 60mm となりましたね。こちらですね、ライブフリー2よりも若干重たくて、実際に手に持ってみても若干ずしっとですね、来るような感じはしています。ただ50g 台に近いんですので、そんなにですね、他のイヤホンに比べてめちゃくちゃ重たいっていうほどでもないですね。イヤホン両耳の重量は 10.0g ということで、片耳 5g ですね。ライブフリー2に比べると、片耳あたり 0.2g ぐらいですね、重たいんですけども、他の一般的なイヤホンに比べると、十分ですね、軽めなイヤホンになっています。そうしましたらサイズも測定していきます。イヤホンケースの縦は 49.1mm。イヤホンケースの横は 55.9mm となっています。イヤホンケースの厚みは 29.1mm となっていまして、3センチ未満ですので、ポケットの中にでも入るぐらいのサイズ感になっています。そしたらイヤホン本体のサイズも測定していくんですけども、まずはこの頭の部分ですね。こちら 14.9mm となっています。この横の部分を測ると 19.1mm となっています。そして厚みですね。15.4mm となっていますね。スティックの長さも測っていきますが、スティックはこの根元ですね。このイヤホンの頭の部分から出っ張ったところを測ってみますと、こう測ると 18.5mm となっていますね。2センチ未満ですので、そんなにめちゃくちゃ長いというわけでなく、ショートスティック型とメーカー公式も歌ってるだけあって、そこまで長いですね。スティックではないですね。一応ノズルの長さも測ってみますが、こう測ると 6.7mm ぐらいとなってますね。大きすぎず小さすぎず、ちょうどいいぐらいのサイズ感になっているなと感じています。
はい、そうしましたら付属品もご紹介していくんですけども、こちらもですね、ライブフリー2と同じですので、サクサクっといきますが、USB-A と USB-C のケーブルが入ってますね。きしめんタイプの JBL カラーのですね、オレンジのものが入っています。そしてイヤーピースですね。こんな感じで2サイズの交換用のものが入っていまして、SML の3サイズが付属しています。1サイズはイヤホンにもともと付いているという形ですね。シリコンタイプの一般的なですね、イヤーピースが入っています。そして、書類ですね。クイックスタートガイドから、安全上の注意の書類が入っています。このクイックスタートガイドは、英語になっていますけども、結構ですね、図なんかもしっかりと書かれていて、直感的にも見やすいと思いますので、英語が苦手って方でも使いやすいんじゃないかなと思います。日本語のものっていうのはですね、パッケージには入っていないんですけども、日本語のマニュアルが見たいという方は、メーカー公式のですね、ウェブサイトなんかを見ていただければと思います。はい、続きまして装着感についてご紹介していくんですけども、やっぱり前回ご紹介したライブフリー2との一番の違いはこの外観ですので、やっぱり装着感の部分がかなり違います。ショートスティック型のイヤホンって結構ですね、軽い感じで装着できるモデルが多いんですけども、やっぱりこのライブプロ2もそんな感じで耳につけた時に結構軽いなという装着感をしています。で、前回ご紹介したこちらのですね、ライブフリー2の方はかなり耳に密着して、しっかりと耳の奥の方でフィットするというようなですね、ご紹介をしたんですけども、このライブプロ2は耳にですね、ピタッと密着するっていうよりかは、もうちょっと浅い位置でフィットされて、耳のですね、負担によりなりにくいような装着感になっています。こちらですね、イヤーピースがついているようにカナル型のイヤホンにはなるんですけども、どちらかといえばちょっと浅い位置でですね、耳により負担がなくつけたいっていう方にはこちらの方がですね、向いているんじゃないかなと思います。個人的にはかなりピタッとですね、密着しているのが好きですので、ライブフリー2の装着感っていうのはかなり好きなんですけども、より手軽にですね、イヤホンをつけて楽しみたいっていう方はですね、こちらもとてもいいんじゃないかなと思います。で、前作のライブプロプラスですね、こちらと比べた時にどうなのかっていう話なんですけども、基本的なこのですね、スティックの部分だったりとか頭の部分の形状は同じですので、そういう部分の装着感っていうのは変わらないんですけども、先ほどご紹介した通り、このノズルのですね、形が今作のプロ2は楕円形なのに対して前作は普通のですね、円形ということで、この部分で装着感は違うなって感じがします。このライブプロプラスもつけていてですね、そんなにですね、フィット感少ないっていう感じはないんですけども、この楕円形になったことによって今回のライブプロ2のがつけてですね、比べてみるとよりですね、しっかりとフィットするなって感じがして、より外れにくくですね、強度の高い運動なんかにも耐えられるようなですね、フィット感になっていまして、それはとてもいいなと思いましたね。この形状は違うんでもちろんですね、装着感は変わるっていうのはイメージつくと思うんですけども、この小さな違いだけでこれだけですね、フィット感が変わるんだなっていうのはかなり驚きましたので、もし前作のライブプロプラスを持っているんですけども、どうしてももうちょっとフィット感が欲しくて、たまに外れちゃうんだよなっていう方がいるんだとしたら、このライブプロ2に変えるとですね、それがですね、一気に解消されるんじゃないかなと思いますので、その辺ですね、気になっている方はチェックしていただけるといいと思います。で、装着したところを写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、ショートスティック型ということで、このですね、スティックの長さもそんなにですね、耳から大きくビヨーンって伸びている感じではないので、そこはですね、いいんじゃないかなと思います。さらにこのですね、結構メタリックな感じというか、このデザインなんかもかっこよくて、私 AirPods のですね、真っ白のうどんが出てるのはあんまり好きじゃないんですけども、これだったら全然ですね、違和感ないですし、むしろかっこいいんじゃないかなと思いますので、これですね、とてもいいなと思います。耳のですね、変なとこに当たるわけでもなく、耳が痛いってことも私の場合はなかったので、十分ですね、長時間つけていても耐えられるなっていう感じがしました。この間ですね、ちょうどスタバに行って、ちょっとですね、スマホにダウンロードした映画をですね、ずーっと長いこと見ていたんですけども、それでもですね、全然イヤホンでですね、違和感があって、外したくなるってこともありませんでしたし、長時間つけていても耐えられる装着感になっていますので、テレワーク中とかですね、ずっとイヤホンをつけていて作業したいっていう方にも耐えられるんじゃないかなと思いました。装着したところを前から見てみると、こんな感じに見えます。ちょっとこの辺ですね、ピンが合ってなくて申し訳ないんですけども、こんな感じで、このスティックの部分が頬に密着するような感じじゃなくて、若干こう隙間が空いちゃってると思うんですけども、これによってネックレスとかマスクの紐なんかが前から来ちゃったりするとちょっと引っかかっちゃうかもしれませんけども、そんなに大きくですね、外にはみ出ているわけではありませんので、そこまで気にすることでもないのかなっていう感じはしています。装着はですね、こんな感じで耳の中にフィットしながら、割とですね、ショートスティック型ならではの軽い感じで付けられますし、ショートスティック型ということで、スティックのですね、この先の方を持って、スッとですね、耳にはめるだけで簡単に装着
着できるっていうのもとてもいいポイントかなと思いましたので、装着感としてはとてもいいんじゃないかなと思いましたね。頭を大きく振ったりなんかしても全然外れる感じはしませんので、運動時でも十分使えるイヤホンになっていると思います。はい、続きましてアプリでのカスタマイズ性についてなんですけども、アプリでのカスタマイズは前回のご紹介したライブフリー2と同等のカスタマイズ性ですので、ここではですね、さらっとですね、いこうかなと思うんですけども、全機能をですね、知りたい方っていうのはそちらのですね、ライブフリー2の動画を見ていただきたいんですけども、特徴的なものだけご紹介していきますが、まずですね、ノイズキャンセリングのですね、カスタマイズっていうのがいろいろできるんですよね。で、アダプティブノイズキャンセリングっていう機能がありまして、これは周囲のですね、騒音状況によってノイキャンを調整してくれるという機能になっていまして、とてもですね、周囲の騒音がうるさい時、例えば電車に乗ってる時とか、そういう時だとノイキャンの強度がぐーって上がってきますし、閑静な住宅街とか歩いているとノイキャンの強さが弱くなってくれるというものになっていますので、バッテリーのですね、節約なんかにもなりますし、自然な感じでノイキャンがですね、効いてくれるというものになっていまして、このノイキャンのですね、上げ下げなんかも結構スムーズにやってくれるので、急にですね、うるさいところにですね、ドンって入ったからって言って、一定期間うるさいとか、そういうこともなく、精度が高くですね、ノイキャンを調整してくれるっていうのがとてもいいポイントです。どうしてもこのですね、アダプティブノイキャンじゃなくて、常にですね、もうマックスの強さでノイキャン効かせたいという方もいらっしゃるでしょうから、そういう場合はこれをオフにしていただくと、ノイキャンのレベルをですね、自分で上げることもできますので、こういう使い方もできます。それからですね、特徴的な機能はこちらのですね、外自動の補正ですね。外自動ですね、鼓膜から耳の外までのですね、外自動っていうのは人によって形っていうのが全然違うようで、外自動のですね、形に合わせたノイキャンをですね、自動で調整してくれるという機能があって、これでなかなか珍しい機能になっています。こちらですね、人によってめちゃくちゃ効くということですので、ぜひですね、購入した方は試していただきたいなと思います。この外自動のテストも、これをやるとですね、結構うるさいところでやらなきゃいけないので、今部屋の中だとあまりうまくできないんですけども、これをスタートとやると、イヤホンからですね、自動で音が流れて、それによって外自動の測定をしてくれるようですね。他のメーカーなんかでは全然見ない機能ですので、ぜひですね、チェックしてみてください。それからイコライザーですね。こちら、かなり柔軟にイコライザー調整することができまして、デフォルトでですね、5つのプリセットが用意されているのと、あとですね、カスタムで自分でですね、こう、柔軟にいじることができるイコライザーがついていまして、このイコライザーによってかなりですね、音が変化するのがわかるので、ぜひですね、使ってみていただきたいです。で、イコライザーの大元のオンオフっていうのももちろんできますので、特にイコライザー使わなくてももちろん OK というものになっていまして、結構ですね、もうデフォルトでも十分ですね、バランスの取れたいい音になってるなっていう感じはするんですけども、ぜひ他のですね、イコライザーも使ってみてですね、遊んでいただければいいんじゃないかなと思います。タッチ操作のカスタマイズですね、左と右である程度のグルーピングされて、タッチ操作のカスタマイズができるということで、個別にですね、コマンドごとの細かいカスタマイズっていうのはできないんですけども、左耳はノイキャンや外音取り込みを切り替え、右耳は再生のコントロールみたいな感じで、ある程度のグループで分かれて設定できるというタッチ操作のカスタマイズですね。あと最後に一応大きな機能としましては、このボイスアウェアという機能がありまして、測音機能がですね、JBL にも入りまして、通話するときなんかに自分が喋った声をイヤホンのマイクで拾って、で、さらにイヤホンから戻してくれる、フィードバックしてくれるということで、よりですね、自然な感じで通話ができるという機能になっていますので、こちらもですね、ぜひ使っていただけるといいんじゃないかなと思います。あとですね、細かい機能なんかもありますけども、そちらはですね、ぜひライブフリー2のですね、動画の方に載っけてますので、そちら見ていただければ幸いです。こんな感じでアプリでのカスタマイズ性もめちゃくちゃ高くて、ハイエンドクラスに負けないぐらいのカスタマイズができますので、そういう意味でもかなりですね、コスパが高いイヤホンになってますね。はい、続きまして、肝心の音質についてなんですけども、音質はですね、やっぱライブフリー2と同じドライバーが搭載されていて、サイズもですね、同じということで、やっぱりですね、似た傾向の音にはなっていて、基本的にはですね、ほぼ変わらないかなとは思っていまして、かなり低音のアタック感とか強くて、しっかりとですね、空気がですね、揺れるような音が体感できる音質になっています。ライブハウスに行ってよくですね、バンドのですね、ライブを見るとか、そういうのが好きという方にとってはかなりですね、好きな音なんじゃないかなと思います。やっぱりライブハウスなんか行くと、ドラムのですね、音なんかっていうのは、かなりですね、主張されている音っていうイメージがありまして、そういうですね、ズンズン響かせたい、重厚感ある音が好きという方には、めちゃくちゃおすすめの音になっています。こちらですね、ショートスティック型のですね、こういう形のイヤホンって結構、音がですね、響くというか、ちょっと音量が広い感じがする
ものが一般的かなと思うんですけども、これもやっぱりそんな感じで、めちゃくちゃ音量が広いですね。他のイヤホンに比べるとそこまででもないんですけども、ライブフリー2よりも若干ですね、音量が広めで、よりですね、音の響きなんかが楽しめるイヤホンになってるなと思いますので、その辺の違いなんかも面白かったなと思いますね。よりですね、臨場感があるような音というか、そういう感じの音になっていまして、こちらもですね、とても音楽も楽しめますし、さらにノイキャンなんかも結構強いので、とてもですね、臨場感がある、本当にですね、生ライブを聴いているような感覚になってくるようなですね、音を楽しめるので、こちらもですね、とてもいい音になってるなと感じました。今ですね、低音の話ばっかりしてしまったんですけども、中音域と高音域の音っていうのは全然悪いかというとそういうわけではないので、家の中でですね、ゆっくりアコースティックな楽曲を聴きたいって方でも十分ですね、音楽っていうのは楽しめますので、結構ですね、マルチにいろんな楽曲を楽しめるイヤホンになってるなというのは感じますね。先ほどですね、イコライザーの部分ですね、自由に調整できますっていう話をしたんですけれども、イコライザーでかなり音が変わるのが実感しやすいイヤホンになっていますので、自分のですね、好きな音っていうのも作りやすいですし、購入していただいてですね、デフォルトの音がちょっと違うなと思った方でも柔軟に調整できますので、安心して購入できるイヤホンなんじゃないかなと思いますね。はい、続きまして、操作感についてなんですけども、操作はですね、このスティックの上の方の部分がタッチセンサーになっていまして、ここをですね、タッチすることで操作することができます。こちらライブフリー2の時は、タッチセンサーの部分が大きくて、ちょっと5タッチしちゃう時があるんだよなっていうお話をしたんですけども、このライブプロ2に関しては、この部分だけがタッチセンサーになっていて、センサー自体は小さいので、5タッチっていうのはほとんどなかったですね。一回にイヤホンをですね、耳に装着しておいて、ちょっとですね、調節したいって時も、このスティックでですね、キュッキュッと調整できますし、このあたりを持ってもですね、あんまりタッチセンサーに変に触っちゃって間違えて操作するってことはほとんどなかったので、とてもいいかなと思いました。タッチセンサー自体は若干小さいので、慣れるまでは間違えてですね、この辺を押しちゃったりとか、この辺を押しちゃったりっていうのがですね、もしかしたらあるかもしれないんですけども、慣れてしまえばですね、ほぼですね、間違いなく操作できて、操作ミスがありませんので、十分な操作感かなと思います。で、タッチセンサーもですね、ちゃんとタッチできていれば、しっかり操作されて感度も高いですし、十分いいなという操作感になっていました。ただこれですね、JBL 製品みんな同じなんですけども、イヤホン本体で全ての操作ができないっていうのは、やっぱりこちらも同じで、デフォルトですと音楽の再生一時停止、次の曲前の曲、それからノイキャンや外音取り込みの切り替えっていうのはできるんですけども、音量の上げ下げっていうのはイヤホン本体でできないということになっていますので、全ての操作できないっていう部分はありますが、操作自体は十分ですね。ストレスなく操作できる操作感になっているなと感じています。続きまして、ノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、ノイキャンはですね、やっぱりこちらも十分強くて、しっかりとですね、ノイキャン効いているなっていうのがわかるイヤホンになっています。具体的に言いますと、電車の中乗っている時の状態ですと、電車がですね、走行音ですね、低音なんかはかなりカットしてくれますが、車輪がですね、シャーってなってるようなですね、摩擦してるような音、甲高い音っていうのは、聞こえるなって感じはしています。電車のアナウンスの音なんかでも、何言ってるかわかるなっていう時は結構あるような感じでアナウンスが聞こえてくるということで、完全にですね、静寂が訪れるようなノイキャンではありませんので、やっぱり上位クラスのですね、ソニーの WF10X Mark IV みたいな、その辺のハイエンドモデルに比べると、ノイキャン性能は1段階2段階落ちてしまうのは価格帯的にもしょうがないのかなって感じはしてますけども、音楽をかけていればですね、その辺の音っていうのがほとんどですね、気にならないぐらい十分ですね、楽しめるなと思いましたので、音楽がですね、邪魔されないぐらいのノイキャン性能にはなってますので、十分使えるですね、ノイキャンが搭載されています。1万円台でこれぐらい強いノイキャンが入っていれば、かなりですね、満足していただけるんじゃないかなと思いましたね。で、外音取り込みについても、これも十分ですね、周囲の音を聞こえますし、外音取り込みの強さをですね、マックスにしなくても、コンビニやスーパーでのですね、会話も十分できましたし、先ほどですね、スタバに行ってですね、映画を見ていたっていう話をしたと思うんですけども、その時にですね、スタバのですね、店員さんなんかと話している時も、これをですね、つけたまま外音取り込みにして音楽をかけながら話していてもですね、十分やり取りすることができましたので、外音取り込みは十分合格点かなと思っております。ただ音楽をかけたままだと、ちょっとですね、不安だなと思う方にとっては、トークスルーと呼ばれるですね、外音取り込みにしつつ、音楽のボリュームをですね、ぐっと下げる機能もありますので、そちらにしていただければ十分ですね、会話は成り立つと思いますので、そちらの機能もですね、使ってみていただくといいと思います。はい、そうしましたら、レビューの最後としまして、通話品質についてご紹介していくんですけども、いつも通りこちら Zoom で録音した音声がありますので、お聞きください。はい、こんにちは。こちらは JBL Live Pro 2 TWS とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。
はい、いかがでしたでしょうか。こちらですね、通話品質もですね、十分良かったですね。ライブフリー2をご紹介した時は、結構音が反響しているなっていう話をしたと思うんですけども、同じ環境でですね、ライブフリー2のこの録音をですね、終わったすぐ後に撮ったんですけども、こちらは全然反響なんかもしてなかったですし、しっかりとですね、音も拾ってくれてまして、かなりですね、レベルの高い通話性能になってるなと思いました。ショートスティック型ということで、スティックのですね、先端にこちらにマイクがついてまして、ここからですね、音を拾ってくれてると思うんですけども、この分、口にですね、近い位置で音を拾ってくれてるっていうのもあって、通話品質に関してはこちらですね、ライブフリー2に比べてもかなりレベルが高いんじゃないかなと思いますので、やっぱりテレワークなんかでよく使いたいという方にとっては、ライブフリー2よりもこちらのですね、ライブプロ2のやっぱり向いてるなと思いますね。これであれば十分ですね、心配事もなく、ビジネスなんかでの会話も十分成り立つと思いますし、重要なですね、会議とかプレゼンなんかでも使えると思いますので、通話性能を重視したいという方はこちらですね、おすすめですね。はい、ここまで JBL Live Pro 2 TWS のレビューを行ってきたんですけども、ここからは気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。気になったところの一つ目なんですけども、こちらですね、やっぱスティック型で、このスティックの部分が耳からはみ出ているせいか、風切り音が結構気になるなと思いました。ライブフリー2の時は耳の中にですね、しっかりと収まっていましたので、あんまり風切り音って気にならなかったんですけども、こいつを使っていると、割とですね、風切り音が気になるなっていう感じがしましたね。ゴーって音が聞こえちゃうというか、いう感じになっていまして、めちゃくちゃうるさくて音楽がですね、全然聞こえないとか、そんなことはもちろんないんですけども、結構風が吹いた時に風切り音は普通に聞こえるぐらいの音になっていますので、装着感は十分良くて、運動なんかにも耐えられるなと思うんですけども、ランニングなんかだとちょっと向いていないかなっていう感じはしていますね。ジムのランニングマシンで走ってる時なんかっていうのはあんまり風吹かないと思うので、そういう時はいいと思うんですけども、外でですね、ランニングするっていう時とか、あと風が強い地域に住んでいる方なんかっていうのはちょっとですね、気になるかもなと思いましたので、そこはですね、知っておいていただけるといいかもしれないですね。もしそういうですね、ランニングに使いたいとか、あとは風が強い地域に住んでいる方っていうのは、ライブフリー2のが向いてるなと思いました。続きまして気になった点なんですけども、これはJBL 製品すべてそうですが、対応コーデックがこちらもですね、SBC と AAC となってまして、aptX 以上のですね、高品質なコーデックには対応していませんので、ハイレゾ音源をですね、再生できる LDAC とか aptX アダプティブなんかにも対応していないという部分ですね。こちらですね、ライブフリー2の時も同じことを言ったんですけども、JBL はそういう対応コーデックを増やすよりは、ドライバーなんかをですね、工夫して音質を高めていった方が効果が出るという方針で開発をしているということですので、その辺対応させるつもりがそもそもないということなんですけども、カタログスペックを重視したいって方ではやっぱり気になるポイントかなと思いました。じゃあ、音質はどうなのっていうと、先ほど音質のところでご紹介した通り、しっかりとですね、音出てますし、高音域から低音域もですね、しっかりとバランスも整っていてですね、音楽を楽しめますので、全然ですね、音悪いってことはないんですけども、スペックだけ見るとそこはですね、ちょっと気になるのかなって思いましたね。気になった点のですね、最後ですね、3つ目は、スマホとのですね、接続が切れたことが何回かあったっていうのがあって、こちら今は解消しているんですけども、そういうことがありました。こちらのスマホを使って音楽を聴いていて、ライブフリー2だと音が切れないけど、ライブプロ2だと音が切れたということがありまして、ライブプロ2のスティック付きのイヤホンで、こちらのが、この辺にですね、きっとアンテナとかが入っていて、こちらのが接続性能良さそうなのに、切れちゃうのは何だろうなっていうのがあって、ちょっと謎だったんですけども、最終的にはスマホの方のアップデートしたら治ったということがありました。これに関しては、相性の問題だったりとかすると思うので、こちらのライブプロ2のがおかしいっていうわけではないと思うんですけども、このですね、ライブプロ2に限らず、もしですね、なんかよくわからないけど、プチプチ切れちゃうとか、そういうことがある方は、イヤホン側のアップデートなんかも来ていれば、それをやっていただけるといいかなと思いますし、あとスマホ側とのですね、アップデートなんかもあれば、それもやっていただけると、その辺解消することがあるんじゃないかなと思います。あと、やれることとしましては、スマホの電源入れ切りとかですね、イヤホンを、スマホのペアリングを1回解除して、もう1回ですね、接続してみるとか、そういう対処法はあると思うんですけども、もしですね、そういうことがある方は、それらですね、やってみていただけるといいんじゃないかなと思います。今回ですね、他でですね、話すところがなかったので、ここのですね、気になったっていうところに入れちゃったんですけども、多分これはですね、このライブプロ2のおかしい部分ではないと思うので、そういうことももしかしたらあるかもねっていうくらいで思っていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい。ということで今回ですね、JBL の Live Pro 2 TWS こちらをですね、レビューしてきました。こちら、ライブフリー2に比べて3000円ぐらい高いけど、こちらをですね、買う必要があるのかっていうことについてちょっとですね、話していきたいと思うんですけども、使い方によってはですね、こちらのですね、向いているって方もですね、いらっしゃるんじゃないかなと思ったイヤホンになっています。前回ご紹介したライブフリー2もレベルが高くて、15000円ぐらいだと今トップクラスのイヤホンだなっていうのをお伝えしたんですけども、それとですね、基本的には同じようなスペックがあったりとか、装着感の部分が違ったりとかですね、通話品質なんかも高いですし、とてもいい部分であるんですけども、この2つだと3000円ぐらいの差がありますので、結構安い方にですね、惹かれている方もいらっしゃると思うんですよね。私としても安い方っていうのはとてもおすすめで、普通に使うんだったら、こっちのライブフリー2で全然いいんじゃないっていう話をするかなと思うんですけども、ライブプロ2に向いている方っていうのは、やっぱりテレワークなんかで通話を良くするっていう方とか、あと装着感はですね、なるべく軽めの方がいいっていう方にとってはこちら向いてるかなと思います。こちら通話品質の部分でもご紹介した通り、ライブフリー2はちょっと若干反響してるなっていう感じはあったんですけども、こちらは全然そんなこともありませんし、あとバッテリー性能がですね、こちらの方が高いということもありまして、イヤホン本体だけでもノイキャンオン時で8時間、ノイキャンオフ時だったら最大10時間持つというバッテリー性能をしてますので、長時間ですね、ずっとイヤホンをしたまま仕事をするとか、そういう方にとってはやっぱりバッテリー性能高いですね、こちらの方が向いてるかなと思います。やっぱりカナル型特有の耳の中にですね、ズボッと入っていくような、ピタッと密着するような装着感っていうのが、好きな方はですね、私なんかは結構好きな方ですけども、やっぱりそういうですね、ピタッと密着するのが苦手な方っていうのもたくさんいらっしゃると思いますので、そういう方にとってはこちらの方がですね、インナーイヤー型ほどではないですけども、軽めにですね、付けられますので、こちらはですね、おすすめかなと思います。やっぱり長時間つけているっていう観点で見ても、やっぱ軽めにつけられた方がずっとつけていられると思いますので、こちらおすすめですね。他には、やっぱりライブフリー2っていうのはどこでもですね、売られていまして、手軽に購入できるという部分がありますので、持っている方もですね、割と多いんじゃないかなと思うんですけども、これからですね、どんどん人気がですね、出ていって売れていくイヤホンだと思うんですけども、ライブプロ2っていうのは JBL の公式ストアでしか購入できませんので、他の人がですね、持ってないようなイヤホンを持ちたいっていう方にもとてもいいかなと思いますので、ぜひですね、人と違うものをですね、持ちたいっていう方ですね、私も結構ですね、他の人が持っていないものをですね、持ちたいっていう、よく結構あったりするんですけども、そういう方にとってもとてもいいかなと思いますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしてみてください。はい、ということでですね、今回もまたサクッといくつもりが長くなっちゃったんですけども、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はこれからもチェックしていただけると嬉しいです。それから私はブログもやってまして、ブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。